八日月姫。昔々、河内の国のお金持ちのうちに、美しい女の子がいました。名前は初瀬姫です。とても賢くて、ことも上手でした。初瀬姫が13歳になったとき、お母さんは重い病気になりました。お母さんは娘の将来が心配でしたから、毎日病床から観音様にお祈りしました。ある晩、夢に観音様が現れました。あなたの娘を守ってあげます。この鉢を娘の頭にかぶせなさい。目が覚めると、枕元に大きい鉢がありました。これできっと観音様が初瀬を守ってくれる。お母さんは初瀬姫の頭にその鉢をかぶせました。それから数日後、お母さんは亡くなりました。お父さんは娘の頭の鉢を取りたいと思いましたが、引っ張っても叩いても取れませんでした。やがてお父さんは再婚しました。新しいお母さんは鉢が取れない初瀬姫を見て気味が悪いと思いました。それで毎日初瀬姫をいじめて、とうとう家から追い出しました。家族もうちも亡くなった初瀬姫は、どこへ行ってもいじめられました。食べ物をもらうこともできません。家の中で寝ることもできません。蜂のお化けめ、来るな、あっちへ行けと石を投げる子供もいました。初瀬姫は絶望しました。天国にいるお母さんに会いたいと思いました。初瀬姫は川に身を投げました。しかし、頭の鉢が水に浮きましたから、死ぬこともできませんでした。初瀬姫が川岸に座っていると、山影の中将という人が通りかかりました。かわいそうな娘だ。よかったらしばらく私の屋敷で働きなさい。食べ物と寝るところはありますよ。初瀬姫は山影の中将の屋敷へ行きました。初瀬姫はそれまで一度も働いたことがありませんでしたが、それから毎日一生懸命働きました。山影の中将は息子が4人いました。3人は結婚していましたが、一番下の若君はまだ独身でした。若君は鉢をかぶっている不思議な娘にとても親切でした。ある晩、初瀬姫は蔵で琴を見つけました。子供の時はよくお母さんと琴を弾いていました。懐かしくなって初瀬姫は琴を弾きました。若君はその琴の音を聞いて蔵に入りました。とても上手ですね。こんなに美しい琴の演奏は聞いたことがありません。誰に習いましたか？
初瀬姫は若君に今までのことを全部話しました。それから初瀬姫と若君はとても仲良くなりました。数ヶ月後のある晩、山影の中将は若君に言いました。お前もそろそろ結婚しなさい。私が奥さんを選んであげます。しかし若君は言いました。私は初瀬と結婚したいです。初瀬？誰ですか？蜂をかぶっている娘です。中将は怒りました。かわいそうな娘だが、得体が知れない。結婚など絶対に許しません。初瀬姫はその会話を部屋の外で聞いていました。私と結婚したら、きっと若君は幸せになりません。私はこの屋敷から出て行かなければなりません。初瀬姫は静かに屋敷を出ました。しかし若君はすぐ気がついて初瀬姫を追いかけました。中将も若君を追いかけました。初瀬、あなたがここを出て行くなら、私も一緒に出て行きます。若君は言いました。絶対に許しません。山影の中将は刀を抜いて、初瀬姫を切ろうとしました。すると、硬くて重い鉢が割れて、とても美しい姫の姿が現れました。初瀬姫は中将にも今までのことを話しました。他の息子たちの奥さんと比べてみても、初瀬姫は一番美しくて、一番賢くて、ことも一番上手でした。中将はもう反対しませんでした。初瀬姫と若君は結婚しました。守ってあげますという観音様のお告げは本当でした。それから二人はずっと幸せに暮らしました。